どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日2022年5月1日でこのきみまろの YouTube チャンネルを開設して丸3年が経ちました。本当ね、皆様の応援があってね、ここまでやってこれました。本当にありがとうございます。この機会に過去の動画とかね、いろいろ振り返って見てみたんですけど、ちょうどこの3年で222本の動画をね、僕公開していたみたいなんですけども、過去の動画を見返していると、当時買ってよかったものとして紹介していたものが、これ今もめっちゃ使ってるなっていうのが結構あって、そう今でもおすすめしたくなるくらいに使い倒してるものっていうのがね、結構ありました。なので今日はこの3年間で僕が買ってきたものの中で買ってよかったものの殿堂入りになるアイテムっていうのを紹介してみたいと思います。ずっと使い続けているものだったり、リピート購入しているものとかね、そういうのをまとめて紹介していこうと思います。全部で13個あります。ガジェットとか生活用品とか長年愛用していて、もうこれを超えるものが今のところ出てこないなっていうね、いろいろ試したけどやっぱりここに戻ってくるなっていう、そういった僕が日々愛用している買ってよかったものの殿堂入りアイテムを13個紹介します。ではね、早速いってみましょう。まず1つ目はこちら、アンカーのネビュラカプセル2です。はい、こちらのモバイルプロジェクターですね。これほんと僕毎日使ってます。だいたい夜寝るときにベッドに入ってからこれをねつけて、壁一面に YouTube とか Netflix とか映してね、ずっと見てしまいます。なのでね、結局夜寝不足になってしまうっていう、そういう弊害もあるんですけども、でもね、めちゃめちゃいいモバイルプロジェクターです。で、これこんなね、ちっちゃい500ミリ缶ぐらいのサイズですかね。ちっちゃいサイズなんですけど、これすごい画質も良くて、解像度こそね 720p ということなんですけども、壁に映してみると本当ね綺麗に映ります。後ろに引けば引くほど画面を大きく映せるんですけど、うちでも多分100インチまではいかないけど80インチぐらいで見えてるんですかね。壁一面に映しても本当に綺麗に映ります。解像度がある程度高いのと、あと明るさがとにかくね明るいんですよね。なので発色がすごいいいので、めちゃめちゃ映りがいいです。あとこのコンパクトだけど音質も良くて、ここから音が出るんですけど、壁に反射して音が跳ね返ってくる感じになるので、大画面からちゃんと音がクリアにね跳ね返ってくる感じがあって、すごいね聞き心地もいいです。あとこれ Android OS が搭載されてるので、 YouTube はもちろん Netflix とか Hulu とか Amazon プライムとかね、そういうのちゃんと契約しておけばこれで大画面で見ることができます。あとここに HDMI の端子もついてるので、ここに外部の映像を送ることで大画面でパソコンの画面だったりとか、あとは HDMI 経由で DVD プレイヤーとか Blu-ray プレイヤーとか、そういったものもね映し出して見ることもできます。あとプロジェクターって最近シーリングライトに備え付けるものとかもあると思うんですけど、あれだとシーリングライトはついてるところにしかねつけられないっていうのと、プロジェクターをつけることによって自分の好きなデザインのライトがね取り付けられないとかね、そういうのもあるので、あんまりねああいうシーリングライトっていうのは結構小回りが効かないかなと思うんですけど、その点ねこのモバイルプロジェクターであればめちゃめちゃ小回りが効くので、好きなところに設置して、あとこれね横に寝かせれば天井に投影することもできるんですね。こういったことができるこのモバイルプロジェクター、アンカーのネビュラカプセル2、これねほんとめちゃめちゃ気に入ってます。で、いろんな人にもねこれ僕おすすめしていて、で過去にこれ単体でのレビュー動画も撮っていますが、レビュー動画に Amazon のリンクも貼らせていただいてるんですけど、そこのねログを見ると僕の動画からめちゃめちゃこのネビュラカプセル2買っていただいてる方がねいました。すごい数売れてました。友達とかでもプロジェクター探してる人がいたらね、必ずこれ僕勧めてますので、もうそれぐらいねめちゃめちゃいいプロジェクターです。勧めた人はねほんとみんな満足してくれてるみたいなので、今回も概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、そういったわけで僕の買ってよかったもの殿堂入り1つ目はこちらのアンカーのネビュラカプセル2でした。殿堂入りアイテム続いてはこちら、プラススタイルのスマート電球です。はい、こういった使い勝手のめちゃめちゃいいスマート電球ですね。うちにあるスマート電球はね全部このプラススタイルのものを使ってます。これ設置がすごい簡単で、中継ハブとかもいらなくて、これをソケットにそのまま挿して、それで専用のプラススタイルのアプリでペアリングすればもうすぐにね使えるっていう、取り付けもとても簡単なスマート電球です。こういった電球のタイプのものと、あとはこういうねエジソン電球タイプのものっていうのもあって、もうこれなんかねすごいアンティークなデザインで、うちもねこれ3連でぶら下げたりしてますけども、見た目もめちゃめちゃ可愛くて、で使い勝手もいいっていうね、そういったスマート電球です。プラススタイルはねほんとさっきも言った通り設置がとても簡単なのと、あとアプリでこの明るさの調整ももちろんできますし、色味の調整とかもね全部できるので、普通の電球だったら単色でしか表現できないと思うんですけど、微妙な色温度、蛍光灯のような真っ白なものからオレンジ色に近いような暖色まで自分でね好みに調整することができます。でもちろん Google アシスタントによる音声
声コントロールなんかもできるので、あとねグルーピングとかもできるので、僕のうちはねこれ一声で部屋の中の電気っていうのをまとめてねつけたりすることができるようになっています。例えばね後ろにある盾を照らしてるライト、あれなんかも Google スポットライト消してこんな感じで消すことができます。 Google スポットライトつけて、はい、こういう風に音声コントロールすることもできます。こんな感じでね、部屋のあちこちにこのプラススタイルのスマート電気をね、つけてます。で、他のスマート電気もね、いくつか試したことはあるんですけど、プラススタイルが設置も簡単だし、安定して使えるし、あとアプリからのコントロール、Google アシスタントからのコントロールっていうのもね、とてもしやすいと思うので、個人的にはね、このプラススタイルのスマート電気ね、めちゃめちゃおすすめです。はい、そういったわけで僕の部屋中で使っているこのスマート電気、プラススタイルのスマート電気、こちらも殿堂入りアイテムとして紹介させていただきます。はい、殿堂入りアイテム、続いてはこちら、タオル研究所のバスタオルボリュームリッチ003です。はい、こちらの吸水力抜群のねふわふわタオルです。これねもうほんといいタオルだと思います。うちのタオルはバスタオルとかフェイスタオルとかねもう全部このタオル研究所のものを使っています。以前はね別の毎日シンプルとかいうシリーズを使っていたんですけど、このねボリュームリッチっていうタイプのものが特におすすめです。タオル研究所のタオルを使う前は特にねあんまり考えずにちょっとね手触りがふわふわかなというようなものとかをね使っていたんですけど、すぐにね毛羽立ってしまったりとか吸水力が落ちてしまったりとかね、そういうのがあったのでいいタオルがないかなと言ってね探していたところ、このねタオル研究所のタオル見つけたんですけど、もうこれはね本当に毛羽立ちも少ないですし、吸水力もね何回洗っても全然落ちないですし、ふわふわ加減もねかなりキープできてると思います。これね Amazon でも買えるので、もう Amazon でねもうまとめ買いしました。たまにねタイムセールとかでも出てたりもしますね。もしタイムセールとかで出てる時あったらね、今度動画でそういうのもね紹介しようかなと思ってるので、 Amazon のねタイムセールの動画とか公開したらねぜひ見ていただきたいんですけども、でね何度も言ってるようにこのふわふわ感、もうホテルのタオルとかなんかそんな感じですね。でもちろん吸水力もめちゃめちゃいいというね、こういうタオル研究所のバスタオルいろいろね悩んでる方、これめちゃめちゃおすすめです。僕の中ではもうねタオルを買うんだったらこのタオル研究所のタオル、特にこのボリュームリッチ003、このシリーズっていうのを強くおすすめしています。はい、そういったわけで殿堂入り3つ目はこちらのタオル研究所のバスタオルでした。はい、続いての殿堂入りアイテムはこちらです。カリタのカリタブラックツバメドリッパーです。はい、僕のチャンネルではおなじみのコーヒー器具ですね。このカリタの有名なウェーブドリッパーというタイプのもので、これはカリタブラックというね、この表面がマットなブラックの、これツバメドリッパーというぐらいなので、新潟の燕三条で作られているドリッパーです。でうちにはね、もうこのコーヒードリッパーいくつも、もう10個ぐらいあるのかな、あるんですけど、一番使っているのがこのツバメドリッパーです。ウェーブドリッパーです。でこういう銀のタイプのものっていうのもねよく目にすると思うんですけど、もちろんねこれも形全く一緒なのでドリップする時のね入れ方なんかも一緒なんですけど、やっぱねこのデザインというかね、このマットなブラックのね色合い質感、これがねかっこよくて、うちの中での一番気に入ってるドリッパーはこちらのカリタブラックのツバメドリッパーですね。でこれ底面がねこう平らになってるので、ここにフィルターを入れて、でコーヒー豆入れてお湯をドリップすると、ちゃんとねお湯がこう溜まってしっかり豆の風味を戻してくれるっていうので、ちゃんとねコーヒーが美味しくなるドリッパーです。何よりねやっぱりこれデザインがかっこいいですよね。もう個人的にこのデザインでこの殿堂入りしてしまってるっていうところもありますね。コーヒーをドリップする上ではハリオ V60 っていうねドリッパーとかもね400円ぐらいで買えるドリッパーなんですけど、あれもとてもおすすめなんですけど、個人的にはねこの殿堂入りさせるのであればこちらのカリタのウェーブドリッパー、中でもこのカリタブラックのツバメドリッパー、こちらを殿堂入りさせたいなと思ってこちらを選びました。はい、そういったわけで殿堂入りアイテム4つ目はこちらのカリタブラックのツバメドリッパーでした。殿堂入りアイテム5つ目はこちら、無印良品のシリコーン調理スプーンです。はい、こちらも何度も紹介していますね。無印良品のシリコン調理スプーンです。一人暮らしとかで自炊をするようであれば、もうこれ1本あればね、もう調理は事欠かないんじゃないかなと思います。もちろんこれで炒めることもできますし、あとこう大きいねスプーン状になっているので、これで作って盛り付けることもできますし、あとこのね先端の部分がこうシリコンで少しだけ柔らかくなっているので、しっかり全体の強度はしっかりしてるんですけど、先端だけ少しね柔らかくなってるので、例えばフライパ
板の隅っこのねこう液状のものだったり麻婆豆腐とかそういうね汁気のあるものとかっていうのをこれで隅々まですくってよそうことができます。使い勝手がめちゃめちゃ良くて、洗い物もねこれ1本だけ洗えばいいっていう形になるので、一人暮らしで自炊する方なんかにはねこちらめちゃめちゃおすすめです。本当に僕の中でずっと使い続けている調理器具といえばねやっぱこれですね。はい、無印良品のシリコーン調理スプーン、こちらが買ってよかったものの殿堂入り5つ目です。はい、続いての殿堂入りアイテムはこちらです。モフトです。はい、このスマホスタンドのモフトですね。もうスマホにこうくっつけてるので毎日使ってます。一番接点が多いのがねこのアイテムなんじゃないかなと思います。こちら今 iPhone 12 mini につけていますが、 iPhone 12 mini はマグセーフ対応になってるので、このモフトもマグネットが入ってるので、こういう風にねマグネットで簡単に取り外し吸着ができるようになってます。こちらスマホスタンドなので、ここに指を入れてこう広げることによってこういう風に立ててスマホを見ることもできますし、このまま横に傾ければこういう角度でね傾けられるので、 YouTube とか動画コンテンツを見るときはこう横にして見ることもできます。で、あと一度こう取り外してこういう風な形でつければ、少しね浮かせた形でフローティングモードっていうんですかね、こう浮かせた形で少し高い位置で動画とかをね見ることもできます。なので机に置いた時にね少し低いなと思ったらこういう風に付け替えれば簡単にね少し高さを変えて見ることができます。で、ご覧の通りねほんと取り付け簡単で、しかもね割とここ丈夫なので、あんまりね強く振ると落ちてしまいますけど、ある程度しっかりくっついてくれます。あとこのスマホにつけるタイプのモフトはここの部分がカードホルダーになってるので、このところにカードが 2,3 枚ぐらいですかね入れることもできます。僕はスマホ自体をね重くさせたくないのであまりねここに物入れたりはしないんですけども、こういう風にねカードケースとして使うこともできます。スマホスタンドはねいろいろ試してみましたけど、やっぱりこのモフトがね使いやすくていいなと思ったので、もう結局ずっとこれを使ってしまっていますね。で、こう iPhone にもつけていますし、こういったね iPad mini にもつけていますし、あと結構前のものですけどこの iPad の第7世代かな、こちらにもこういう風につけています。ちなみにこの iPad mini とかにつけてる方はこちらはねマグセーフ対応ではないので、吸着させてくっつける形になってるので、シールではないのでシール跡がついたりとかはないんですけど、マグセーフ対応端末用のモフトに比べるとちょっとね取り外しとかがそう簡単ではないんですけども、でもこう取り付けてしまえば取り外す機会とかもそんなないと思いますので、問題ないんじゃないかなと思います。なのでねこれもうつけっぱなしにしています。もちろんこれも iPad mini もねこういう風な角度で立てて見ることができますし、横にすることもできます。本当にこのモフトシリーズはもう僕のスマホライフをかなり快適にしてくれてます。はい、そういったわけでこちらのねモフト、これもね殿堂入りアイテムとして紹介させていただきます。はい、続いての殿堂入りアイテムはこちらです。クリッパです。はい、これもね何度も紹介していますが、バックハンガーですね。これ本当 YouTube 開設当初からずっと使っていますが、今でもね全てのバッグにこのクリッパつけてます。で、これは使い方としてはここにリュックのフックの部分をかけまして、荷物を床に直接置きたくない時とかにこれをテーブルの縁にかけることでバッグを吊るしておくことができるというねバックハンガーですね。なので床がベタベタの餃子の王将とかですね、あとは雨の日とか床にやっぱりね荷物を置きたくないと思うんですけど、そういった時にねこちらとても役立ちます。あと見た目もこうめちゃめちゃスタイリッシュですよね。僕今手に持ってるのがこちらが艶消しブラックシルバーというものですけど、これバッグにつけてると友達とかからそれつけてるの何って聞かれたりもするんですけども、得意げにねこれがねバックハンガーなんだよみたいにしておすすめしたりするんですけども、おすすめするとみんなね結構これ買ってますね。知らないうちにバッグにつけてたりしてますね。一度このね便利さを知ってしまうと離れられなくなるこちらのバックハンガークリッパー、こちらも買ってよかったものの殿堂入りとして紹介させていただきます。はい、続いての殿堂入りアイテムはこちら、モンベルのトラベルアンブレラです。こちらも YouTube 開設当初から何度も紹介しているのでご存知の方も多いのではないでしょうか。折りたたみ傘ですね。モンベルのトラベルアンブレラです。これ特筆すべきはやっぱりこのね軽さですよね。86g というめちゃめちゃ軽い折りたたみ傘です。iPhone の半分ぐらいの重さですからね。これもね本当何度も紹介していますけど、もう数年間ずっとこれ使ってますね。いつ使うかわからない折りたたみ傘なので、バッグの中に入れておく分にはねやっぱりなるべく軽い方がいいと思うんですよね。で、軽くてちゃんと丈夫でっていう考えていくと、このね 86g でちゃんと丈夫で傘のサイズとしてもある程度の大きさがあるこちらのねモンベルのトラベルアンブレラ、これねやっぱりいいと思うんですよね。
ね。本当ね、これバッグには必ず入れてるので、もう急な雨からね、僕を何度も救ってくれました。ちょっと広げたところも一応ご覧いただきましょうか。はい、ちょっと分かりますかね。広げるとこれぐらいの大きさでございます。結構ちゃんと大きいですよね。はい、こういったね、折りたたみ傘ですね。とにかく軽いので、これ人に持たせたくなるんですよね。ちょっとこれ持ってみてって言って。この前もね、これ会社の人にね、ちょっと持ってみてくださいって渡したらね、軽い、気持ち悪いって言われましたね。軽すぎて気持ち悪いというね、そういう表現をいただきました。それぐらいに驚くほど軽い折りたたみ傘です。軽い折りたたみ傘をお探しの方にはね、こちらのモンベルのトラベルアンブレラ、これめちゃめちゃおすすめです。はい、続いての殿堂入りアイテムはこちらです。シックストックのラインソックスです。はい、こちらの可愛いデザインのソックスですね。これ僕買ってよかったもののね、かなり初期でも紹介しているんですけど、このシックストックというところのラインソックスなんですけど、もううちの靴下ね、今だいたいこれですね。色違い、デザイン違いでね、もう何足も持ってます。こう T 字のラインが入った特徴的なデザインなんですけど、でもね、このデザイン自体もあまり癖がないので、非常にね、いろんなファッションにね、合わせやすいんじゃないかなとも思います。靴下としての機能性も非常に高くて、かかともね、ずれにくいですし、このね、上の部分もずれ落ちにくいです。ここね、よく見ると、ここから下の部分とこの上の部分ですね、こことここが違う素材でできているので、この上の部分がこうストレッチするんですけども、こうなってることで、これがね、しっかりふくらはぎを掴んでくれるので、ずれ落ちにくいですし、あとかかとの部分もここにね、鍵カッコみたいな L みたいなのが書いてますけど、ここにちゃんとかかとを合わせて履くことでずれにくくなるっていうね、そういったね、作りになってます。このね、ラインシリーズ、どんどんね、新色もなんか最近追加されてるみたいで、選ぶのもね、楽しいですし、とにかくね、履き心地もいいので、うちの中での靴下の殿堂入りアイテムはこちらのシックストックのラインソックスになってますね。ちなみに最近なんかこういったランダムストライプのデザインのものっていうのも出ていて、デザインもね、このラインソックス以外にもね、いろいろ出てるので、そういったところから選んでもね、いいんじゃないかなと思います。こちらもね、もちろんずれにくいですし、履き心地もとてもいいです。そうだ、僕のチャンネルの視聴者さんからたまに女性の方とかから彼氏さんにプレゼントを何か考えてるんですけど、君まろさんいいのないですかみたいに聞かれることとかあるんですけど、このね、シックストックの靴下とかね、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。値段も割と手頃ではあるんですけど、こういったね、あんまりこう人を選ばないデザインというか、あんまり癖が強くないデザインなので、その方のね、渡す相手の好みの色なんかをね、いろいろ選んで、何足かね、まとめてプレゼントするとかっていうのもね、いいんじゃないかなと思います。プレゼントにもね、靴下は最適なんじゃないかなと思います。そんなね、いろんな方におすすめしたいこちらの靴下、シックストックのラインソックス、こちらも殿堂入りアイテムとして紹介させていただきます。はい。で、続いての殿堂入りアイテムはこちらです。ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツです。ほんとこれ家にね、何枚もあります。2020年の春夏のユニクロ U からリリースされた人気アイテムなんですけど、これね、多分毎年リリースされてるとは思うんですが、僕今着てるのが XL というサイズで、僕身長が175センチなんですけど、タイトに着るのであれば M サイズとかがいいと思うんですが、このね、ルーズなシルエットなので、なるべく大きく着て、こうダボっとね、着る方がシルエット的にはね、合うんじゃないかなと思いまして、僕はね、XL というのを着ています。XL か L、これぐらいがね、僕ぐらいの身長の方にもね、合うんじゃないかなと思います。こんな感じのね、5分丈のシルエット、サイズ感もね、非常に着心地も良くて、あとね、質感もすごいいいんですよね。若干ね、ストレッチがかかったような感じでもあるんですけども、質感もいいし、通気性、速乾性もいいですし、ほんとね、夏はこれに頼りっきりですね。こう出かける時に着ていくのももちろんいいですし、こう部屋着で使うっていうのもね、いいと思います。僕も外でもこれ着ますし、あと部屋着でもこういう風にね、着ます。これ最初に発売されたのが2020年の春夏なんですけど、今でもね、毎年このパターンのものが発売されていますので、新色とかも何色かね、追加されたりもしているみたいなので、今でも買うことができますので、気になる方はね、チェックしてみてください。しかもね、これ値段1500円なんですよ。めちゃめちゃ安いんですよね。めちゃめちゃコスパのいいシャツだと思います。家に何枚か持っておくといいんじゃないかなと思います。はい、そんなわけでこちらのユニクロ U のシャツも殿堂入りアイテムとして紹介させていただきます。はい、続いての殿堂入りアイテムはこちらです。ラビリンのアームクリームです。
はい、この夏に使いたいアイテム、脇の消臭クリームです。開けると、こんな感じになっていて、これね、まだ未使用のものを今開けましたけど、これね、ほんと消臭効果がめちゃめちゃすごいです。自分の汗の匂いってちょっと分かりにくいと思うんですが、やっぱね、夏とか汗かいた時の匂いはね、さすがに分かりますよね。ただこれ、朝塗って外出しても、ほんとね、一日中全く匂わないです。で、かといって、これ自体が、匂うかといったらこれね完全無臭なんですよ。ほんとね何の匂いもしないって、なんかちょっとクリームの匂い、いわゆるクリームの匂いみたいなのはするんですけど、刺激的な匂いって全くしなくてほぼ無臭なんですけども、消臭効果がね抜群です。ほんとねこれ何年もこちらのねラビリンのアームクリームはね僕これ頼ってます。僕自分なんでわかんないですけど、多分体臭そんなに強い方ではないと思うんですけど、これね結構体臭強い方でもこれだったらねもう一発で消臭できるんじゃないかなと思います。それぐらいにね消臭効果の高いクリームだと思います。この先ね汗の匂いが気になる季節になると思いますが、こちらのラビリンのアームクリーム、こちらもねめちゃめちゃおすすめです。こちらも殿堂入りアイテムです。はい、続いての殿堂入りアイテムはこちら、アイビルのエアリーミストです。はい、こちらのスプレーですね。これは僕植物とかに水を吹きかけるときに使ってるんですけど、こちらはワンプッシュで非常に細かいミスト状の水を吹きかけることができる、しかもね割と長時間吹きかけることができるスプレーです。ここにねトリガーがありますが、これを押すことで非常に細かい水を大量に吹きかけることができます。ちょっとねやってみますね。この辺からこんな感じですごい細かいミストが出ますよね。しかもね結構大量に一押しでシュッって感じじゃなくて、シューッとこういう風にね大量に出るんですよね。しかもきめ細かい水が出るということで、これ植物にも使ってますし、あとこの中にヒバの原水っていうね青森のヒバの水っていうのがあるんですけど、それがねヒノキみたいな香りするんですけど、消臭効果も非常に高いので、こういうねソファーだったりとかベッドとかにこのねヒバの原水をここに入れて吹きかけたりもしています。そんな感じで、これ今ね水入ってますけど、ヒバの原水を入れたものとかね、そういったのでうちにはねこれ同じのがね3本あります。それぐらいに使い勝手のいいスプレーです。本当にスプレーはこれ一択なんじゃないかなと思ってます。はい、そういったわけでこちらも殿堂入りアイテムとして紹介させていただきます。アイビルのエアリーミストです。で続いての殿堂入りアイテムはこちらはね物ではなくてアプリですね。マネーフォワードミーです。はい、マネーフォワードミーは家計簿アプリですね。こちらはアプリですけども、僕の中ではもうほんと殿堂入りさせたいアプリです。日々のね、収入支出の管理がめちゃめちゃ簡単になるのと、で電子決済したものなら全部ね、科目を自動的に振り分けてくれるので、簡単に家計簿をつけることができます。あと現金で支払っても、レシートがあれば、そのレシートをスマホでスキャンすることによって、レシートに記載されている項目から金額とかっていうのをね、自動抽出してくれるので、入力もとても簡単です。で銀行口座とか証券口座とか連携できるので、お金の動きのね可視化っていうのがね非常にやりやすくなります。これ無料でも使えるんですけど、無料だと連携できる口座が10件以内になってしまうので、僕はね証券口座とかいろいろつなぎ込むことで11件以上ありますので有料会員になっています。この自分のお金の動きっていうのがね可視化されることで非常にね運用もしやすくなっていくと思いますので、家計簿をつけることが大事だと思ってやってはみるけど、なかなかねめんどくさくて続かないっていう方にもね、マネーフォワードだったらね続けるも何ももう買ったら勝手に自動的に振り分けてくれるって感じなので、めちゃめちゃおすすめです。あと僕はね確定申告でも、ね、非常に助かりましたね。このあたりはこの前のサブスクの動画の中でもねちょっと紹介していますけども、確定申告がね本当1日ぐらいで終わっちゃいました。それぐらいにねお金の動きを見るにはね、このマネーフォワードミーはねとても重宝します。はい、そういったわけで殿堂入りアイテム、最後はこちらのマネーフォワードミーでした。はい、以上ですね。実際はね、これ以外にも殿堂入りさせたいアイテムはね、たくさん多分持ってるんですけど、ちょっとね、紹介し忘れてるものなんかもね、ありそうなんですけど、今回はね、中でもおすすめと思われる浮かんだものっていうのをね、こういう風に紹介しました。紹介したものは全てね、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はね、チェックしてみてください。はい、今日はね、僕の殿堂入りアイテムっていうのを紹介しましたが、視聴者の皆さんはこういったね、ずっと使い続けているようなね、殿堂入りアイテムっていうのはね、ありますか？もしね、僕
僕とか他の視聴者さんにおすすめしたい殿堂入りアイテムがあればね、ぜひコメントで教えてください。皆様の殿堂入りアイテムの紹介待ってます。はい、こんな感じでこのチャンネルでは買ってよかったものをたくさん紹介しています。買ってよかったものの再生リストなんかもね、作っているので、こちらもね、リンク貼っておきますので、よろしければね、過去の紹介動画なんかもね、見てみてください。はい、そんなわけで今日は僕のこのチャンネルが開設されて3年間の中で買ってよかったと思うものの中から殿堂入りアイテムっていうのを13個紹介しました。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。またね、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ベルマークも押していただけたら嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。